皆さんこんにちは。シンガーソングライターのさゆりです。今日はヨーソング第3弾、飛んだペンギンのストーリーです。So we have the story for the penguin that flew 沖縄に行って、なんと平岡さんにダイレクトにインタビューしてきました。なんと今沖縄にこの平岡ご夫妻インタビューしに来ました。で、飛んだペンギンはなんとこの本、うちの火星人を書いた平岡貞之さんが歌詞を書いたんですけど、その歌詞についてだったりとか、このうちの火星人についてだったりとか、ちょっとこれからインタビューしたいと思います。よかったら普段の活動のお話とかちょっと聞かせていただきたいんですけど。はい。普段の活動はですね、まず地元の新聞で4コマ漫画とエッセイを連載させてもらってて、これがこの夏に2年目になります。それとあと、それをまとめた本が、去年の春出版されました。それと主に夫婦2人で講演会をやっていて、講演会、はい、我が家の体験と工夫というのをいろいろ話させてもらってます。もうそれがもうフルタイムの仕事みたいな感じになって。いや本当の仕事は別なんですけど、ね、本職はコピーライターという職業で、2人ともこうフルタイムでお仕事しながら講演会やったり、そうですね、忙しいですね。そうですね。で、そもそもこの「うちの火星人」っていうタイトルの中で火星人っていうことは何で出てきたのかなって聞きたいんですけど。それは本人からね。発達障害の多くの本で発達障害の人たちは言葉の通じる外国人のようだっていう表現があるんですね。なのでっていうのがよくあるんだけど、でも私はそれだけでは説明が足りないなと。私自身は、外国人だと同じ人間同士なので、人間として当たり前にっていうか小さい時から自然にこう備わってくるものっていうものが備わりにくいところがあるな。人間だったら普通こういう時こういう動きするでしょとか、ああいう動きするでしょっていうことがちょっと違う、そういったことまで教えないといけないっていう部分があるような感じがしたので、同じ人間というよりはちょっと星が違うという方が、例えばこのを聞いた人もちょっと捉えやすいかなと。こんなに違うんだ、そうなんです、こんなに違うんですって、いうぐらいちょっと、違うんだっていう、この作りがこうちょっと違うんだっていうことを分かってもらいたいっていうのと、なんか火星ってちょっと私の中ではなんとなくちょっと明るいイメージが、あるので、でかといってそれが別に悪いことでもないし、暗いことでもないし、じゃ逆にこれはすごく楽しいことなんだっていうこともの意味も含めて伝えたいなっていうのがあって、火星人。なるほど。じゃあ同じね、人間っていう枠だと人間としての常識が当たり前に身についてるでしょみたいにこう期待されちゃうところがあると思うけど、いやそれもまた違うんだよ。そこさえもこう学んでいかなきゃいけない時もあるっていうような感じになりますよね、火星人ってなると。なんか当たり前っていうことが当たり前じゃないっていうことですよね。そうです。でも本にもね、書いてありますよね。その取扱説明書って書いてあるから、なんかそのマニュアルにも載ってるというか。やっぱりなんて言うんでしょう。この問題っていうのは結局この発達偏りっていうのは人それぞれ個性がいっぱいあって、0、100傾向があるというか、みんなパターンが違うので、やっぱりこう工夫してうまくやっていくためには個別対応、それぞれやり方が違う、となると一人一人にマニュアルが必要かなというのがとてもあって、それを我が家は絵本とか4コマでまとめているので、やっぱりこれ性格の問題じゃなくて、脳のアンバランスなので、だいたいパターンが決まってるわけですよね。この季節のこの時期とか、この時間帯とか、この曜日とか、この場面でトラブルが起きるというのがだいたいもう読めてくるわけです。だから傾向とか分かれば対策が立てられるので、もうどんな備えをしないといけないとかっていうのを焦りとか自己管理するような感じで、何時に寝るとか、
イベントがある前後は一日予定を入れないとかね、そういうのをそれぞれ作って、みんな違うのでパターンが、それを作ってそれを時々見ながら振り返りというのをね、やったりしてるわけです。ちゃんとできているかなとか。すごいなあ。なるほど。で今回のねちょっと歌詞の話とかもちょっとしたいんですけど、なんか飛んだペンギンってね、もうそのタイトルから私すごいと思って、だってペンギンって飛ばないじゃないですか。だから一気にこうなんか飛んだペンギンってイメージが湧いてきて、そもそもまずはその内容に入る前に、なぜペンギンなのかっていう。モデルになって家内の話が面白いので、その方がいいんじゃない？ああ、はい。なんかこの頭の中がみんなとちょっと違うのかなっていうのはなんとなく感じてて、でそれは私の中ではすごく自由なんだけど、人と話をするときに時々噛み合わないっていうか、でそれをダイビングしたときに、ダイビングって上下左右自由自在じゃないですか。だけど地上に出るとどうしてもこの平面の上を歩かないといけないので、なんか思考パターンがそれに似てるなと。深い。でそういうこのズレの違いがすごくペンギンと似てるなっていうのを、なるほど。例えば小さい時からまあみんな人間が鳥だとしたら、母親が飛び方を教えるわけですよ。でも何度やっても飛べない、おかしいおかしいって、自分は鳥なのにどうして飛べないんだろうって、でもある時水に入ったら、なんだ泳げるじゃんじゃない飛べるじゃん、っていう。そっかそっか、だから歌詞でもねこう海の中ではなんか飛べるさみたいなあるのか、そういうことか、海の中でその飛べてる気持ちになれるっていうか。だから飛ぶって空を飛ぶだけじゃないんだよねって。で私たちは空を飛ぶよりもこの海の中を飛んでる方がずっと自由だし楽しいし、してペンギンがしか見れない世界っていうのを見てる方が私たちにとってはすごい幸せなことでもあるんだけど、同じ鳥でもやっぱり種類が違うっていうだけでこう地上を飛べないことでいつも勝負にならない。だけどそうじゃなくて私たちはペンギンなんだと。だからペンギンは水の中を飛べばいいんじゃないっていう、それが私は小学校入学した時からなんとなくすごく訴えたかった。じゃあこの歌詞を作ろうって話になった時は、もうなんか簡単でした？もうすでにこういろんなものを通ってきていたわけだから、もうスラスラ書けた感じですか？もう伝えたいものもあって。伝えたいのはそうね、いっぱいあったので、簡単かっていうと、まあ家族にも相談しながら、書いたのを見せながら、意見も聞きながら、そういうのをやってたので、まあ楽しかったではあったんですけどね。ただ初めてのことだったので、どこまでね、こう伝わるっていうか役に立てるのかなっていうのが分からなかったではあったんですけどね。手探りというか。で歌詞の中に白い翼ってあるじゃないですか。ペンギンなのになんで白い翼なのってすごい思ったんですけど、なんですか？まずペンギン自体がある種こういう発達が気になる人たちの比喩としてのイメージ、もちろんそれ以外にも場面場面によって生きづらさを抱えた人っていっぱいいるので、そういった人たちが自由に生きていくっていうキーワードがありはするんですけど、そういうある種ペンギンに見立てているので、またそういった人たちっていうのはそれぞれ独自の世界を持っているので、その独自の世界を表すために白い翼っていうのは想像の翼、自分の世界を自由に飛んでいく翼っていう意味で、白ってなんかね純粋だとか、ピュアな感じもするからすごい素敵ですよね。深く険しく黄金に光る海っていうところがあって、私の中ではそれがすごいファーってなんかこう広がるイメージがあって、なんか美しいしでもなんか険しいしみたいな、なんかどういう思いでそこ作ったのかなっていうのはすごい気になってた。やっぱりこうなんていうの、ペンギンの世界観っていう表す意味で風景をぜひ入れたいなと思ってはいたんだけど、特に長男に見せて相談した時に彼も同じ思いがあって、やっぱりこう風景を見える、風景って綺麗感動するんだけど、やっぱりその風景を作ったのは誰なのかっていうかね、やっぱり自然の摂理、創造主がいるっていう感動があって、その中でペンギンが立ってるっていう世界観がやっぱりいいなっていうのと、あと
やっぱりこういった生きづらさを抱えた人っていうのはこう生きたいこう生きたいこういう生き方がしたい、でもできない、でも自分にはこういう世界があるっていくまでにはやっぱりこういろんな紆余曲折経ていくんだけど、ただやっぱりこう問題があった時ってやっぱり本人苦しいんだけど、やっぱりそこに逃げずに向かってる立ってるペンギンが、この厳しい自然の中に立ってるペンギンがやっぱ美しいかなってとても思ってね。やっぱり逃げずに立っている、そして自分の世界をやがて見つけていく、やっぱりこうただ立ってるだけだったら海の中も入らないと怖く見えるんだと思うんですよね。深いし険しいし、でも綺麗し、でも自分は魚みたいには綺麗に泳げない、やら呼吸はできないんだ、水中に時々出ないと息苦しくなる、どうしようどうしようと思ってる自分、でもやっぱり飛び込んでみたらそこで世界が広がっているっていう、飼ってるペンギンを自然の中でね表したかったわけですね。ただ立ってるんだけど、ただ立ってるだけじゃなくて、やっぱりそこには迷いとかね、葛藤とか海の苦しみを味わってるんだけど、まあそれをジャンプして飛び込んだ瞬間にほぼ解決はするんだけど、このわずかな一歩ってなかなかね険しいものがあるけど、やっぱりチャレンジしてほしいなと思うしね、そこに素晴らしい世界がきっと広がってるんじゃないかな。いや、なんかそういう意味では海っていうその表現がすごいいいですよね。だって本当に美しいし、でも恐ろしいし、恐ろしいですよね。やっぱりなんか入っていくと開放感はあるけど、でもなんか怖いっていう思いもあったりとか、なんかいろんなねものがそこに混じってるっていうか、いやー、飛んだペンギンいいですね。深いわ、深い、もうどんどん広がっていく。もうこれ皆さんね、何度も聞いて分析して想像しながら聴くべきだわ、この曲はね。はい、飛んだペンギンのストーリーでした。みんなエンジョイできたかな。私もね、こうみんなと自分が違うって感じることにすごいコンプレックスがある時期だったりとかもあったので、この曲をねやることによってそういう同じ悩みがある人とかこう励まされたらいいなと思って、この曲すごいやりたいと思いました。多分周りにもそうやって悩んでる人もいたりすると思うので、よかったらこの曲をねそういう人にシェアしてあげたらねいいと思います。I think this song, really encourages people who feel like they're not fit in or whatever. So, if you've got people like that around you, then please do share this story with them. And the music video, if you haven't checked it out, make sure you check it out. そう、曲の方まで聞いてない人はぜひぜひ聞いてみてください。では、プレゼントタイムです。We have the present time now. 今回は平岡さんの書いた本、うちの火星人をプレゼントします。Okay, this is unfortunately in Japanese, but if you can't read Japanese, then you might want it. この中にさゆりのサインもしてメッセージも書いちゃおうかななんて思ってるので、欲しいって方は、ぜひコメント欄のところに欲しいって書いてみてください。で、これのゲットする方法は詳細欄の方に全部書いておくので、詳細欄の方チェックしてみてね。So there's details about how to get this in the description box, so make sure you check it. Thank you for watching again today. 今日も見てくれてありがとう。I look forward to seeing you next week with a new song. 来週はまた新曲あるので stay tuned. Bye!